神奈川県鎌倉市の路上です。ここで日蓮が説法していたそうです。こういった伝承は一切信用しないことにしています。信者がこうであったらいいなっての思いで作り上げた話が多すぎる。空海とか行基とか偽伝承が多すぎる。一応日蓮視点で周囲を一周。あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。こないだ日蓮が亡くなった場所である池上本門寺に行ってきましたね。今から行く高速寺は日蓮六老僧の一人の日老が土牢に囚われていたところです。日蓮が有名な佐渡流しの法難の時ですね。もともと寺社奉行の屋敷で土牢に入れた日老に私淑して自宅を寺にしたそうです。拝観料100円。静かなお寺ですね。観光客もほぼいない。人がいた。ついていこう。石段が古くてゴツゴツしていて歩きにくい。たびたびつまずく。蚊がひどい。気がつくとたかられている。この寺は創建1274年、800年ほど前ですね。相当古そうに見えるものはやはりその時代のものなのだろうか。これが日老が囚われていた土牢ですね。どれくらい収監されていたのだろう。この寺の開祖がその日老になっています。木材が800年もそのまま持つわけがないから、これは観光用に修復ものかな。
鎌倉の建物って関東大震災以前にも大きな地震で何度も倒壊しています。昔のまま残れている建物の方が珍しい。特に関東大震災の震度7を昔の木造建築で耐えるのはきついでしょう。この辺りまで関東大震災に伴う火災で炎上していたような。津波は8世紀の線路まで到達して壊滅したそうです。庭園はあまり手入れされていませんね。雑草でボッサボサ。一時期いい庭園を作ろうと努力はしたものの、それが続いていないように見える。さっきから蜘蛛の巣と蚊がひどい。観光客が少ないから蜘蛛の巣がかなり張っている。ボッサボサ。蜘蛛の巣食らった。もういいや。荒れ果ててる。観光客が少ないから庭に手を入れないのか、庭がしょぼいから観光客が来ないのか。鶏と卵問題に似たり。ここも蜘蛛の巣。細い道はダメだ。カメラにも蚊の飛来が映っている始末。少ない観光客から血を吸いたいか。もういいや、退散します。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。
さて次に向かいますよ。